こんばんは、 SBFJ 利根川です。雨降る中、高速道路をひたすら走ります。移動距離は約260キロ。山を越えるので耳が高低差で痛い。そう、行き先は前回と同じ野尻湖です。5月14。前日までそれなりの量の雨が降っていて、夜もやが出始め一気に冷え込みました。釣りをしていきます。というのも、実は高速が深夜割引に突入するよう時間を調整して0時過ぎに到着。車の中で布団をかけて寝ておりました。スケスケー。見事なまでに水が澄んでおりますが、魚は一匹たりとも全く見えません。とりあえず釣り台を準備して少し釣りをしてから朝ごはんにしましょう。あそこに金具があるのでサイドテーブルなしで行きます。まあここそんな高低差ないんで荷物ここに置けると思います。落とさないように注意します。いかん、クッションを忘れてた。野尻湖で美味しい水を確保。長靴を脱いでから着座。玉編みの込み調整をサボっていてかなり緩いので、差し込んだ部分にビニールテープを巻いて補強します。竿は暁の18尺で桟橋の際を狙いましょう。桟橋の際を狙うといっても、桟橋微妙に動く、いや微妙じゃないな、結構動くんですよ。動くので動き方次第でちょっと変えますか。チート3号のケースから18尺の仕掛けを取り出しました。長時掛けに使ってるこれがですね、いつものやつだとスリットに収まらないんですよ。なのでこれはフリーのやつを使っています。もう取り出しちゃいましたが、恋する13号ハリス 1.7 号でいきます。そう、このハリスケースってメーカー不明なんですよね。昔売ってたと思うんですが、こうやってここにスポンジがあって取れるんですよ。セットできるんですよ。忘れてました。コンパクトタオルを吸水。ゴミは必ず持ち帰りましょう。よし、じゃあ1投目よろしくお願いします。今回も道糸3号ハリス 1.7 号の極太仕掛け。おっと、コントロール失敗。言い訳をすると餌の重さが結構あるのでちょっと方向がずれちゃいました。テイク2は思い描いていた場所にバッチリ。釣り方としては重りベタのドボン、ナス型 1.5 号 5.63g の外通しでどっしりと待ちます。浮きはボディの長さが10センチ、太さが10ミリ、トップは3ミリのパイプトップなのですが、光の加減で意外と見えません。山で太陽光が当たっていませんが、1時間ほど餌を投入し続けていると、ようやく太陽が当たり始めました。床休めを兼ねて朝ごはんにしてしまいましょう。取って溶かしちゃったやっぱコンパクトなバーナーでやらないとダメか。デローン。ダイソーで売ってる粉末緑茶。メーカーは国太郎、埼玉の会社です。超熟とベーコンでホットサンドを作っていきましょう。寒いので緑茶を飲みながら。パンにベーコンを2枚挟んだら着火。火をつけたまま話し込んでいたらやっちゃいました。黒焦げです。でも反対側はいい感じ。2回目は念入りに確認して上手に焼けました。ごちそうさまでした。少し休憩をしてからトイレに行って釣り座に戻ります。これがまたすんごく雰囲気が良くて手前が水没しているので、
長靴を履かないと釣り竿までたどり着けません。陸の孤島はさすがに言い過ぎかもしれませんが、そんな感じです。9時を過ぎた頃から風が出てきて波が大きくなっていますからチャンスです。これは戻って3投目、ヒットする1投ですが、座席に戻ってから釣りを再開するとグルテンがサラッサラというか、なんというか表現が難しいんですけど、随分ふぬけになっていたので、シンベラグルテン素行を75、ワタグル25、イモグル10で作り直しました。今回はどっしり待っているので、信じられないグルテンだと待てません。実はさっきホットサンドを食べている時、めちゃくちゃ焦った出来事がありました。というのも、登録していない電話番号から電話がかかってきまして、出てみたらなんと税務署。お天道様の下を歩けなくなるようなことはしていません。してはいないつもりですが焦ります。3月15日が提出期限の確定申告書類を提出してからって、なんかすげえ変な言い回しになっちゃいましたけど、そこからそれほど経ってませんし、8年くらい続けてるとはいえ、基本的に対応は全部できていると思っていますが、年々法やいろいろなものが変わっていますから焦りますよ。結論から言うと全く問題はありませんでした。つい最近 YouTube、つまり Google に提出する資料を管轄の税務署に郵便で請求したんですが、そこに身分証のコピーが入っていなかったので、それを送ってくださいという内容でした。なんだ、びっくりさせないでくださいよ、もう。さてさて、そんな話をしているうちに間もなく当たります。なんとかこらえられましたが、寄ってきません。全然寄ってきません。30秒経っても全然寄ってきません。もしかしたらめちゃくちゃでかいのか。まだ魚体は見えないですし、野尻湖のポテンシャルはすごいので期待が高まります。ゆっくりファイトしちゃうもんね。白い気がするんですよね。もう耐えていることしかできません。余裕のなさを測る基準として、私利根川偏光グラスを外していません。なぜならば外す余裕がないから。いつもは魚がヒットすると画面の前、今動画を見てくれている皆さんの目を直接見る、そんなことはないんですよ。画面を通して直接見るという意識で偏光グラスを外しています。感覚としては挨拶の時に帽子を脱ぐ感じ。利根川は帽子かぶってませんけど、あとはなんだか偏光グラスをかけて話していると気取っているように感じちゃうんですよね。これはあくまで利根川の基準。基準というのは少し堅苦しいので、強いて言うなら感覚とか気持ちでしょうか。考えすぎかもしれませんが、あくまで利根川の感覚に共感していただいているのが今ご覧いただいている皆さんだと思っているので、周りの方に強制もしませんし、各々事情があるかもしれないので、やりたいようにやりましょうということで、毎回外してるんですが、今回は本当に余裕がありませんでした。やっと寄ってきましたね。濃いです濃いです。
鯉のいいとこ。いや、野尻らしいかかり方してる。いやー、鯉食ってます。推定45センチとか50センチくらいか。めちゃくちゃ引いたな。やったー、鯉だー。とりあえず食ってた鯉。はい、ありがとう。鯉をかけて長時間ファイトしていたので、竿の込みが緩くなっていないか確認してみましたが、大丈夫そうです。30分ほど餌を投入して反応がなかったので床休め。少し席を離れてリフレッシュしたら座席に戻って、1投目でこんな感じに浮きが動きます。ポンとちょっとだけ浮きが上がりましたね。空振りでしたが、やっぱり床休めは効きます。これまたその次の1投、魚がそこにいて擦れていないので、まだチャンスはあるはずです。次こそ仕留める。うわー、鯉だったなー。当たってぶっちぎられましたけど、ちょっとまあ切れ方からして鯉かなって。ハリスをぶっちぎられて10分。風が収まってずいぶん波がおとなしくなってしまいました。いや、今になってさっきのやつ鯉かなとあの時は思ってましたが、ハリスが切れたとなるとどうでしょうか。もしかしたらヘラブナだったかもしれない。さっきのファイト、鯉がヒットした時ですね。鯉がヒットした時にハリスが傷んでたのかな。竿の込みだけでなく、実は針の刺さり具合も、実はというか当然ながら針の刺さり具合もちょこちょこ確認はしていたので、そのついでにハリスもなんとなくは眺めてましたが、目に見えての違和感はなかったような気がします。もっときっちり確認しておけばよかったかもしれません。悔しい。鯉か？鯉だ。いや、また鯉もそんな大きくない。これがでもそんなでかくないんですよ、この鯉。またがっちり下張りを送っていますよ。下張りを送っていたので浮かせられなかったんですね。ありがとう、ありがとうよ。水がきれいだからどこまでも見えていく。さっきの鯉、長い下張りを食っていて、短い方の針は尻尾に引っかかっていたので、普通に上げても顔が下で尻尾が上になる構図。顔を水面から出して空気を吸わせたかったんですが、全く出せなくて大変でした。2本目の鯉を釣ってから2、30分が経ち、浮きが動かなくなってきたなぁと思った頃に反応がありました。あげたのに当たりました。
まあ食い上げというか、うって4メモリ出たんですけど、何にもなしです今の動きを最後に浮きが動かなくなってしまい、気づけば13時前なので、ここらでお昼ご飯としましょう。このすぐ裏にフレンドリーというレストランがあって、コーヒーだったりピザとかをいただけるんですが、今日は残念ながらお休みでした。前回野尻湖の6日目か。魚が全くいなかったのでのんびりしてました。この時食べればよかった。やっていないとは思っていなかったので、お土産に糖を買ったカップ麺を食べます。さっき取っ手が溶けてしまったので、持ち運びをするコンパクトなバーナーで加熱します。実は火力だけ比べるなら、タフマルジュニアよりジュニアバーナーの方が強いです。でも一点集中。ホットサンドなどには向きません。さてさて、野尻湖を眺めながらいただきます。魚の入った1回目と今回2回目。偶然お会いした埼玉の長島さんがこのタイミングで竿を絞っていました。エラじゃないですか。ただサイズは42、3センチだったらしく、大型を狙いに来てるからねと残念そうでした。私はあのサイズでもいいから釣りたい。ですがこちらの桟橋狙いは異常なし。数通して床休め、数通して床休め。これをひたすら繰り返して約5時間が経過。来るか来るかと思ってなかなか来なかった状況。浮きがタイヤの中にすっぽり収納され、感無量でいた頃、18時前になってようやく反応がありました。ちょっと合わせ遅れちゃったので空振り。お恥ずかしい。でもやっと浮きが動いたのでめちゃくちゃテンション上がります。そこから10分、太陽が山の向こうに隠れた瞬間、もう一度当たります。ターンって入りました。半節ぐらいターンって入ったんで、なんとなく気配はあるものの当たりにはならないまま18時55分になってしまいました。野尻湖で釣りができるのは日の出から日没まで。漁協の規定で夜釣りは禁止になっています。どこを日没と定義するかというのはありますが、利根川が考える基準は目視で浮きが確認できるかできないか。電気浮きやそれに準ずるものを使ったら夜釣りという判断なので、誠に勝手ながらかなり暗いですが釣りを続行。いやだって釣りたいんですもん、ここまで来たら。でここで浮きが動きました。いましたが、なんでしょうね。俺ほどほどサイズのヘラブナか。ああ、ヘラブナのスレだ。スレちまった。すれたといってもまだお作りの可能性は残っています。すれてしまった。いい方でしたですね。うわー、尻尾のすれ、尻尾のすれだからきつい。
まあまあ、40ちょいですかね。どうだろう。はあ、よいしょ。でも45ぐらいあるかもしれないですね。でも太鼓はめちゃくちゃあります。今寄ってきたんだね。寄ってきたんですね。いたんのに食わせられんかった。うわぁ、乗せるところ取れてねえけど 47.7 のスレでした。 47.7 のスレでした。残念。ごめんね。ごめんよー。ゆっくり泳げた。ちなみに餌は最後に掃除するのでご安心ください。ヘラブナいたのに食わせられなかった。あんまり落ち込んでても仕方ないので、次。魚はいるから次。そう思って次の一頭、餌を投入して1分も経たないうちに当たっちゃいました。すげえ合わせ遅れちゃいました。さあどうだ今度魚種は。ヘラブナかマブナか。食ってるのかすれてるのか。食ってるか。食ってそうな気がする。あれヘラブナは多分ヘラブナですが、違うな。マブナかな。マブナですね。マブナになりました。食ってはいますがマブナになりました。いますね。マブもデカマブですねこれ。デカマブですね。まあ45まではないですけど、41に19時4分デカマブさんが食ってました。よいしょ。ありがとう。当たり見逃した後の2発目デカマブさん。これまた次の一頭、餌を投入して2分当たります。いますね。口から上がってきたな。マブナ食ってる。マブナですね。ずいぶんなんかどぎつい腹パンのマブさん来ました。腹パンすぎる。えげつないマブナさん。よいしょ。ありがとう。最後はマブナのラッシュで終了。タイムアップです。温泉に入って癒された後、晩ご飯を買ってきました。今日は車中泊なので、動画を転送してカメラのバッテリー類をブルーティーの AC70 ポータブル電源を使って充電します。利根川の撮影機材はかなり物量があるので USB ポートが足りません。いつも宿泊するときに持ち歩いているコンセントのタコ足で接続。まず大事なバッテリー類の充電。GoPro 用のモバイルバッテリー 20,000mAh。浮世のカメラのモバイルバッテリー 10,000mAh。この時点で 21W 消費していますが、21だと思ったより消費電力は少なさそうです。ビデオカメラの AC アダプタもコンセントへ直差し。至って普通のビデオカメラですが、防水なので色々助かります。パソコンで動画を転送するために電源コンセントを接続。さすがにノートパソコンを含めると 140W 近くいきますね。
残り時間4時間ちょいか。結構電力消費の多いパソコンで、コンセント接続時に最大能力を発揮する設定にしていたので、普通のパソコンだったら外で仕事できちゃいますね。よし、パソコンはバッテリー駆動します。最後の最後 iPhone を充電したら 50W を超えました。50W 超えていますね。すげえ勢いで iPhone が電池を食ってます。ではでは、車内でおやすみなさい。タコ足でもろもろ充電しましたが 59%。結構残りましたね。AC70、35% くらいの消費だったので、思ったよりも減っていなくてよかったです。よし、じゃあ今日もやっていきますか。よし、5月15日。とりあえず小1時間やってみましたが、やっぱり朝一は反応がないので朝ごはん。朝から行きます。一風堂のカップ麺。ただ黒香油、いわゆる焦がし油の香りが苦手なので、それは入れません。辛味噌のみ。あそこに浮いてるのはアメンボでしょうか。20匹ぐらいがまとまって浮かんでます。朝ごはんを食べながら地元の方たちと小1時間雑談をして釣り座に戻って釣りを再開します。餌を投入して7分が経った頃、ヒット。なんだ、鯉か、鯉なのか。多分鯉です。鯉です、鯉です、鯉です。今回は口に針がかかっているだけだったので、水面から顔を出させてなんとかできました。この鯉、短いのに体高がすごい。今日も1匹目は鯉です。いや、丸々太ってるな。太ってるというか卵か。すんごい。でもちょうど45から50ぐらいの上がるくらいの鯉。ごめん。ごめん。ありがとう。目の前を小さいワカサギが泳いでる。ピントが合わない。合わない。ワカサギ。なんかぐるぐる回ってる。ここらの水深は2メートルくらいありますが、水がスケスケ。透き通りすぎててやばいです。魚が入っているか入っていないかも重要ですが、水の透明度も重要です。1時間餌を打って床休めして、それを繰り返しているうちにお昼ご飯の時間。最後気合い入れるためにハリス交換しておきますか。鯉とかマブナとかいっぱい釣ったし、ハリス 2.0 じゃない、こっちに交換します。昨日ほど反応がないというか、当たりが日中は全くないまま18時、太陽が山の陰に隠れてしまいました。一頭で10分くらいは待っているので、
一つ一つを大切にピンポイントに狙っていきます。魚が抜けてしまったんでしょうか。昨日も動いたのは夕方暗くなり始めた頃、ヘラブナ47点いくつが擦れたので、夕間詰めに望みをかけます。これはどうだ。なんだ。いや、泳ぎ方があれだな。まあ危なだな。昨日よりちょっと早いですね。こんなもんでしたっけ？こんなもんでしたっけ？まあ油さん、40センチくらいか。よいしょ。ありがとう。食ってた。さっきまでおとなしかったカエルが後ろ側にある田んぼで鳴いています。こんなに寒いのにカエルの鳴き声っていうのが不思議な気分です。すぐ捕食を始めた。これはまたマブナですかね。マブナですね。ずいぶん腹がすごいマブナさん。長さもそんな、長さもでも40近くあるのか。ありがとう。引っかかっちゃった。さあ、ポータブル電源の AC70。シガーソケットから充電をしつつ帰ります。59%。ここから3時間の道のりですが、途中携帯の充電とかしなきゃいけないのでどうするかあれですけど、105ワット充電してる。帰りまーす。自分を撮るアングル、初めてやってみましたが、暗い時は電気つけないとダメなんですね。新たな発見です。だいたいさっきから1時間が経ちました。ちょっと眠いです。腹が減りました。さっき 59% でしたが、71%。59から71なんで、22%。1時間で 22% ぐらい充電してるんですね。じゃあ帰るまでに満タンになっちゃうわ。東武湯の丸でニラだれ定食を食べ、エネルギーを注入してからおやつを購入。信州チーズスティックケーキ売れてますって言われたら買っちゃうよ。愛知県豊田市。近いか。販売者味は普通でした。もしめっちゃ眠くなったらこの刻みわさびをぶっ込んでみます。そんなに眠くならないと思いますけどね。長野は鬼ほどガソリンが高いので10リットルだけ入れます。前回来た時下道を結構走って信州中野インター近くで入れたらセルフで185円でした。今回高速道路で入れてますがセルフで191円。10リットルも入れれば地元まではたどり着けます。結構余裕を持って。なんだかわからないけどめちゃくちゃ鬱陶しい。眩しすぎる。うわー、なんだったんだろう今の。割引が効いて4320円。地元では165円くらいのお店が多いですが、楽天カードで入れたら161円でした。びっくり。
ガソリン入れたので帰りましょう。まだ集中力は残っていますが、地元に着いたら安心感かどっと疲れがやってきました。よいしょ。家に着いたら 100% になっている計画が、スマホを充電してしまったがゆえに 84% でございます。すごい計画ミスった。まあでも無事にお家に到着しました。今年は野尻湖で合計8日間釣りを楽しみました。毎日遊漁券を購入していたので、1日700円、合算すると5600円、年券が6000円なので、あと1日やっていたら超えるとこでした。前回来た時、5日目は雨が降っていて、陸地から竿を出しましたが反応なし。6日目は少しだけ水の中に入って、一段低く足の生え際を狙いましたが、最後の最後に反応があっただけで何も魚が見れませんでした。今回学んだことは、カップ麺じゃ力が入らない。利根川は米が好きなんだなぁと改めて実感しました。次は佐藤のご飯と缶詰を持っていこうと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。最後まで見ちゃったよという方は、ぜひ評価ボタンを。ではではまた来週もよろしくお願いします。